って何が浮いてるんですか？青いの。浮いてるやつですか？あれ寿司なんです。あそこに白鷺がいますでしょ。いますね。あれね、騎士の上に立つそうなんです。そんなにも浮力がみたいですよ。浮き袋みたいな構造になってるんですかね。そうです。上の葉っぱのところに浮き袋があって、あれ立ってると思いますよ。白い白鷺。で、里山の資源を使ったものっていうことで、いろんなこうね、松ぼっくりだったり、どんぐりだったり、木だったり、竹だったりというものを展示するだけじゃなくて、実際作ってもらおうということで、こんなのできますよというのを、相談員の方の手作り。そうなんです。すごいでしょ、これ。かわいい。かわいいでしょ。これを見てやっぱり作りたいという人たち結構いるんですよね。これいいですね、恐竜。で、小さな子供さんも楽しめるようにということで、こんなのに絵を描いてコースターにするっていうのもありますね。水泳服を去年撮りました。2014年撮ってるんですけれども、これ白片ですね。巨大な白片を作りました。これは、コアっていうのはだいたい1メートルぐらいで取れてきます。それを凍結乾燥させて樹脂を染み込ませ、ガラスに板に貼り付けて、そして砥石で溶くらしいんですね。でこれドイツの、人がやってるんですけども、その世界でおそらくこの大きな白片を作れるのはその人しかいないんじゃないかという人に頼みまして、里山里海研究所の北川と申します。私環境考古学ということで、人間と自然の関係ということで、花粉を見て人間がどんなふうに植物を利用したかとか、どういうふうに変化してきたかといったことを調べております。湖とか沼の堆積物っていうのはいろんな積もった時のいろんな環境を反映してるんですね。その当時の花粉も含まれてまして、それを分析することによって、縄文時代、人間が積極的に森林に関与したし始めた時代っていうのが一体いつぐらいなのかとか、それとかその後どういうふうに変化していくのか、稲作が入ってきた時、人間どんなふうに森林に関与していくのかとか、あと温暖になった、中世なんですけども、中世温暖だったんですけども、その時代これから温暖化とも言われてますし、その時代人間がどんなふうに、適応していったのか、そして、寒くなった時代はどうだったのか、飢饉の状態ってどんなんだったのかとか、そして最近明治以降も人間の活動っていうのはすごく活発になって大きく生活変わってます。環境っていうのは実は歴史記録っていうのは残りにくいんですね。大きな山火事があったとか、そういうものは残ってる可能性は残ってるんですけれども、細かい人間が継続的に行ってきたっていうようなことはあんまし残ってない。歴史記録っていうのは人間が記録するものなので、どうしても主観が入ってくるので、実際のところっていうのはやはり天然の記録である故障堆積物、そういうものを調べた方がいいと思うんですね。でそういうものを詳細に調べることによって、本当にこうだったんだ、いやこの時代やっぱちょっとこういうふうには書かれているけどちょっと大げさすぎたんじゃないかとか、いやもっとすごいひどい状況だったんだとか、そういうのを復元しまして、そして今後ですね、温暖化とかいろんな環境問題ありますけども、人間がどういうふうにあるべきなのかというところも考えていきたいということで、教育とか、それとか、観光資源、この辺り観光重要ですのでそういう歴史をしっかりとはっきりさせることによって、皆さん歴史なんかに興味あるような人をちょっと引きつけて、そしてそうですね、未来人間と自然の関わりっていうのを考察して、これからどういうふうに町を発展させていくのかということを考えて、元気な福井県を作っていきたいと思っています。